こんにちは。今回は花模様がかわいい四角モチーフを紹介します。このモチーフは3段で完成します。編み方を編み図で説明します。最初は鎖編み5目の輪の作り目から編み始めます。1段目は中長編みを編みます。作り目を作ったところから細編み、鎖編み1目を編んで、これを中長編み1目とします。間に鎖編み1目を入れて、輪の中に中長編みを編みます。鎖編み1目、中長編み、鎖編み1目を繰り返して全部で中長編みを7個編んで、最後は鎖編みを1目編みます。そして最初に編んだ鎖編みに引き抜き編みをして1段目が終わります。ここが1段目のところです。今回はコットンの太めの糸を7号のかぎ針で編みます。ここから鎖編みを5目編みます。針を糸の後ろに入れて下右手と針を動かして輪を作ります。糸を引き抜いて、ここから編み始めます。最初の輪は緩めたままにしてください。ここから鎖編みを5目編みます。1、2、3、4、5。5目の鎖編みを編みました。次は輪をまとめます。最初の緩めた目に針を入れて糸をかけて引き抜きます。糸を絞ってください。糸端の糸もしっかり絞って糸端を手前に持ってきます。これで鎖編み5目の輪の作り目ができました。ここから1段目を編みます。最初はここから細編みを編みます。輪の中に針を入れて糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜いて、これを細編み1目とします。次は鎖編み1目を編んで、細編み1目と鎖編み1目でこれを中長編み1目とします。間に入れる鎖編み1目を編んで、次は輪の中に中長編みを編みます。針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて長めに引き出します。鎖編み2目分ぐらい長めに糸を引き出して、次はすべての糸を引き抜いて中長編みにします。これで中長編みが1目できました。編み地を寄せながら鎖編み1目を編んで、輪の中に中長編みを編みます。少し長めに糸を引き出して3本の糸を一度に引き抜いて中長編みを編みました。鎖編み1目を編んで、次はもう一回中長編みです。中長編み1目、鎖編み1目を繰り返します。糸端を編み込みながら中長編み1目、鎖編み1目を繰り返していきます。これで中長編みが5目できました。ここから中長編みを7個編みます。中長編み7目が編み、鎖編み1目を間に入れて、ここが最後のところです。最後は最初に編んだ細編みと鎖編み1目のところに引き抜きます。間の鎖編み1目を入れて、少し分かりにくいですが、この目は中長編みの頭の部分です。間の鎖編み
そしてここが細編みの次に編んだ鎖編みのところです。細編みの上の鎖編みのところに引き抜き編みをします。鎖編みのところに針を入れて、手前の1本を先に拾ってから針を向こうに通しておくと、この上の2本の目が拾えますので、鎖編みの目の上の2本を拾って引き抜き編みをします。これで1段目ができました。次は2段目です。2段目は玉編みを編みます。今引き抜いたところから玉編みと鎖編みを編んでいきます。鎖編み1目で引き抜いて、次の鎖編みにもう1回引き抜き編みをして、この位置に移動して、ここから2段目を編み始めます。2段目は長編み5目の玉編みです。立ち上がりの鎖編み2目、未完成な長編みを4目編んで、これを1つにまとめて長編み5目の玉編みにし、鎖編み5目、次の鎖編み1目のところに長編み5目の玉編みを編み、鎖編み5目を編んで、次の1段目のところの鎖編み1目のところに玉編み、鎖編み5目、玉編みを編んで、玉編みは全部で8個編みます。8個の玉編みを編んで、最後の玉編みの後は間に鎖編み5目ではなく、長編みと鎖編み2目を編みます。これで鎖編み5目と同じぐらいの形になります。ここから2段目です。1段目の最後で引き抜いたところから、隣の鎖編み1目のところにもう1回引き抜き編みをします。ここに引き抜き編みをして移動します。この位置から2段目を編みます。未完成な長編みを5目編んで玉編みにしますが、最初は鎖編み2目を編んで、この鎖編み2目を未完成な長編み1目とします。同じところに未完成な長編みを編みます。針に糸をかけて、鎖編み1目のところに針を入れ、糸をかけて鎖編み2目分ぐらい長めに引き出して、糸をかけて2本の糸を引き抜きます。これが長編みの未完成な形です。同じところにあと3回未完成な長編みを編みます。2本の糸を引き抜いて未完成な長編みができました。あと2回未完成な長編みを編みます。もう1回未完成な長編みです。これで未完成な長編みが4目できました。鎖編み2目と未完成な長編み4目で未完成な長編み5目ができたことになります。これを一度に引き抜きます。針は上に押し上げながら、かぎ針の向きを下向きにして、すべての糸を一度に引き抜いて、ここまでで長編み5目の玉編みができたことになります。ここから鎖編みを編みます。玉編みを編んで、次は鎖編みを5目編みます。鎖編み5目を編んだら、次の玉編みは
隣の鎖編み1目のところです。この鎖編み1目のところに未完成な長編みを5目編みます。次も未完成な長編みを5目編みます。未完成な長編みを編むときは指で糸を押さえながら編むと編みやすいと思いますし、安定した同じような形が作りやすいです。指で糸を押さえながら糸を引き出すと長さを揃えることができます。これで未完成な長編みが3目できました。編み地がきつくなりますので寄せながら編んでください。指で糸を押さえながら編むと形が揃います。これで未完成な長編み5目ができました。目を押さえてから一度に引き抜いて、ここまでで長編み5目の玉編みが完成です。鎖編み5目を編んで、2個の玉編みができました。それぞれ鎖編み1目のところに玉編みを編んでいきます。間に鎖編み5目を入れながら、ここまで長編み5目の玉編みを編みます。最後の玉編みができました。玉編みを8個作りました。長編み5目の玉編みが全部で8個です。そして最後は鎖編み5目ではなくて編み図で説明します。最後の玉編みを編んだら鎖編み2目を編んで最初の玉編みの頭のところに長編みを編みます。鎖編み2目と長編み1目で鎖編み5目と同じぐらいの大きさになります。ここから鎖編みを2目編んでから次は長編みです。長編みを編むのは最初の玉編みの頭です。玉編みの頭は鎖編み2目を編んだその上にあるここが長編みの玉編みに頭になります。頭の上の2本の糸に針を入れます。針に糸をかけて鎖の目の上の2本を拾って糸をかけて引き出し2本の糸を引き抜き2本の糸を引き抜いて長編みを編みました。これで2段目が終わります。3段目は細編みを編みます。細編み、鎖編み2目、鎖編み5目のところに長編み3目、鎖編み3目、長編み3目を編み、鎖編み2目を編んだら細編みです。この角の編み方を4箇所編んで、最後は細編みの頭に引き抜き編みです。ここから細編みを編みます。すぐ下に針を入れて糸をかけて引き出し、2本の糸を引き抜いて細編みを編みました。鎖編み2目を編んで、次は鎖編み5目のところに長編み3目を編みます。長編み3目、鎖編み5目のところに長編みを3目編みます。長編み3目を編んだら次は鎖編み3目を編みます。
同じ鎖編み5目のところに長編み3目をもう一回編みます。長編み3目を編み、これで角ができます。角はこれと同じ編み方をします。鎖編み2目を編んでから、次の2段目の鎖編み5目のところに細編みを1目編みます。これで1つの角ができました。この編み方をあと3回編みます。鎖編み2目、次の鎖編み5目のところに長編み3目、鎖編み3目を間に入れて、次の長編み3目も同じ鎖編み5目のところに編みます。鎖編み5目のところに長編み3目、鎖編み3目、長編み3目を編みます。これで角が2個できました。鎖編み2目を編んだら、次の鎖編み5目に細編みです。四角の半分の形ができました。こちらも同じように編みます。3段目の最後のところです。角の鎖編み3目を編み終わったところに鎖編み2目を編んでから、最初に編んだ細編みのところに引き抜き編みをします。細編みの頭に引き抜き編みをしますが、今回はとじ針で糸始末をしますので、ある程度の長さをとって糸を切ります。とじ針に糸を通してから、ここから次に針を入れるのは、編み図では細編みの頭に引き抜くようになっていますが、とじ針で糸始末をするときは、次の細編みの次にある鎖編みの目の上の2本のところにとじ針を入れるときれいになります。細編みの頭ではなく、その次にある鎖の目の上の2本です。この上側の2本に針を通します。そして次に針を戻すのは、最初に糸が出してある
最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。